皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1135日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1390名、戦車6両、装甲戦闘車22両、砲49門、多連装ロケット1両、ドローン92機、その他車両88両、となっています。戦線全体では191回の地上戦の報告があり、ロシア軍は作戦のペースを上げたまま維持しています。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。もはや何が起きても驚かないロシア経済ですが、ロシアのトラック市場は乗用車よりも深刻な危機に陥っています。ロシアのトラックメーカーのカマズグループの古豪銀 CEO は、従業員向けの広報誌エスティカマズの中で、ロシアでは中国から輸入されたトラックだけで4万台も倉庫に眠っている。もはや我々がトラックを生産する必要はないようだと自虐的に述べました。在庫過剰で投げ売り状態となっているロシアのトラック市場は崩壊しつつあり、アフトスタットによると、今年2月の 3.5 トン以上の中型・大型トラックの販売台数は 48% 減の5230台となり、3月の大型トラックの販売台数は6割減の935台となっています。一方、輸送量は大きく減少し、今年に入って建設用資材の輸送量は 35% 減、日用品も 30% 減、工業製品も 20% 減となりました。しかし、運賃は年初から3ヶ月で 12% も減少している一方、運送コストは逆に 12% 増加しているとのことです。運送会社のアシュラリエフ社長は、仕事をしても利益はないとさじを投げ、運送会社は次々とトラックを返却してリース契約を解約し、昨年2万台以上のトラックが返却され、これも在庫となっているとのことです。2番目。トランプ大統領が指名したアメリカ統合参謀本部議長のケイン退役中将は、承認前の上院公聴会で、ウクライナへの軍事支援の重要性を強調しました。同氏は、元空軍将校でイラク戦争に従軍し、昨年まで CIA の軍事担当副局長を務めました。公聴会では、ウクライナの軍事支援の重要性について質問され、アメリカの安全保障支援は、ウクライナの自衛に役立つ。交渉の場で、ウクライナの立場を改善し、ロシアのさらなる侵略を阻止すると述べ、トランプ大統領と異なる見解を示しました。3番目。ロシア正教会のトカチェフ大司祭は、ロシア人は苦しみに耐え忍ぶ必要があると諭し、苦難のない人生など存在しないと訴えました。大司祭は、人間は苦しまなければならない。病まなければならない。何かを恐れ、案じなければならない。だからこそ神が存在すると述べ、今後のロシアの苦しみに耐えるよう述べました。過去の動画でもお伝えしましたが、大司祭は、ウクライナ戦争は、中絶や G の結果起きたとか、ロシア人が裕福になった結果、男性は、堕落死芸になったとか、ナイトクラブで夜を過ごすような、性欲旺盛で瞳孔が開いた馬は前線に動員すべきだ。仮に両手両足を失ったとしても、去勢された豚のようで、健康にちょうどいいなど、ユニークな発言で知られています。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。
その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスク、ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド、そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温14度、最低気温5度。今日の天気予報は晴れとなっています。この方面でルシアン軍は18回の攻撃、27回の空爆を行いました。そのうち、グエボの集落の北東の地図の場所では、ウクライナ軍が通りを歩いているのが観察され、この場所が係争地にあることが確認できます。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、地図の場所の様子で、最後にルシアン軍のドローンが隣の家にお邪魔している様子となっています。この場所は3月28日にルジアンが奪還したとしていましたが、戦況図では通り1本係争地が拡大したとして更新しました。それ以外には戦況図に影響のある情報はなく、歩兵の突撃による奪還作戦は停滞気味となっています。ベルゴロド方面。この方面では、ルジアンが奪還作戦を開始しました。そのうち、ポポフカの西にある湖では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍がポポフカダムに3トンの誘導爆弾を投下して洪水を起こしました。映像では、衝撃波が広がる様子が確認でき、爆発の大きさが感じられるものになっています。ルシアン軍では、この場所がウクライナ軍の補給線となっていると主張していますが、地元の SNS では周辺地域の農地が洪水により被害を受けたとしています。2番目。その南のプリレシエでは位置情報付きの映像によるとウクライナ軍のドローンがルシアン軍の集結地を攻撃していて進軍を阻止しています。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、地図の倉庫のような場所とそこにつながる道路上のトラックを観察している様子となっています。プリレシエについては、引き続き地上戦が継続していますが、今のところは、係争地のまま、戦況図に変更はありません。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは、今日も7回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。ウクライナ軍のディアチュク報道官は、この方面の戦況について、敵は、ここ2週間ほど、偵察を行っていて、次の攻撃の準備をしているようだと説明しました。北東部、ルハンスク州方面。東部、チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で11回、スバトベクレミンナ戦は17回、シベルスク周辺では15回、チャシフヤール方面で3回、トレツクの方向は14回攻撃を行いました。この方面で場所は不明ですが、ウクライナ軍のドローン部隊のフェニックスチームが、クピャンスク方面の後方で、ルシアン軍のトラック37両を破壊した情報があります。チャシフヤール方面。この方面では、ルシアン軍が疲弊したところを見計らい、ウクライナ軍が反撃に出ました。そのうち、チャシフヤール市街地の地図の場所では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が闇夜に前進し、ルシアン軍のドローンの攻撃位置から、市民病院の南側の区画をウクライナ軍が奪還したことが判明しました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍のもので、
地図の建物の様子となっています。ウクライナ軍は3両の BTR 装甲戦闘車に損害が出ましたが、中の歩兵が建物に展開して奪還しました。戦況図では、この場所まで900メートルの範囲を係争地からウクライナ軍が奪還したとして更新しました。トレツク方面。この方面でルシアン軍は15キロ先の要衝コンスタンチノフカに向け、ここ10ヶ月ほどトレツクの正面突破を試みましたが、苦戦しているため、郊外でも突破を試みています。そのうち、ここ連日お伝えしている南側郊外のオレクサンドロピルでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落に入り、旗を掲げて占領を主張しました。ご覧いただいているのはルジアン側のもので、地図の場所にある役所の様子となっています。戦況図では、この付近までルジアンが占領したとして更新しました。面積は1平方キロになります。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では46回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で、昨日と同じ13回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ルシアン軍の増援が次第に疲弊していますが、攻勢を続けています。1番目。ポクロフスク東側のタラシフカでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍がドローンで集落全体に攻撃をした後に歩兵が突入し、地上戦となっています。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、ルジアンが集落の最初の家に近づき、何かを投げ込んでいるところとなっています。また、ルジアンは、その東のコンクリートの建物に繰り返し、攻撃を仕掛けて内部に侵入しました。この付近は、1週間ほど前に、ウクライナ軍が一旦奪還したところでしたが、戦況図では、この場所まで500メートルの範囲で係争地が拡大したとして更新しました。2番目。ポクロフスク南側のリシフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落内に取り付き、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、ヴァンパイアドローンが地図の家を観察している様子となっています。戦況図では、この場所まで500メートルほど係争地が拡大したとして更新しました。3番目。激戦となっているコトリネでは、ウクライナ軍が反撃し、集落北のルジアンを包囲して追い詰めています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、地図の場所の様子を真上から観察しているところとなっています。戦況図では、ルジアンの占領地をわずかに縮小させ、この後方まで800メートルほどの範囲をウクライナ軍が奪還したとして更新しました。4番目。西側正面のボホダニフカでは、ルシアン軍が繰り返し攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第72機械化旅団のもので、地図の付近の様子となっています。こちらは、戦況図に変更はありません。5番目。また、ルシアン軍は、その南の郊外で、乗用車、バン、バギーなど投稿主が数えた範囲では20台以上の車列で、大規模な機械化攻撃を行いましたが、地図の場所まででウクライナ軍により撃退されました。こちらは、ウクライナ軍の第35海兵旅団のもので、そのルート上で、ルシアン軍の車両を観察しているところとなっています。装甲車両は観察されず、キャッファーしていたことが想像されるものとなっています。コスティアンティノピル方面。ベリカノボシルカ方面。この方面では、戦況図に影響のある情報はありませんが、ルシアン軍は、ベセレに空爆、砲撃、ドローン攻撃など集中させていて、近いうちに、ウクライナ軍の防衛線の突破を試みる可能性があります。後方地域。今日も、ルシアン領内で不審なことが起きています。
1番目。イルクーツクでは、ロシアン軍の Tu-22M3 が墜落し、パイロット1人が地獄に召され、イルクーツク地方の広い範囲で停電になった情報があります。ロシアン軍では、書類上は、57機の Tu-22M3 を保有していることになっていますが、ウクライナ軍により9機破壊または損傷されたほか、稼働率は低く、実際に稼働できるのは、これよりはるかに少ないと思われます。2番目。昨年12月にクリミア半島で2隻タンカーが沈没した現場では、春になり海水温度が上昇したため、海底に溜まっていた原油が溶け出して浮かび上がり、再び汚染が始まった情報があります。これは数十億ドル規模の環境災害となりますが、当局は沈黙を続けています。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは9回攻撃を行いました。カミアンスケ方面。ビャティハトキーからロブコベでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が陣地を放棄して撤退し、ロシアン軍がロブコベの集落に到達しました。映像では出せませんが、ウクライナ兵を捕虜に取ったところが公開されたことから判明しました。戦況図では、その範囲をロシアン軍が占領したとして更新しました。面積は5平方キロになります。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では YouTube で見ることのできない過去の動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。